皆さんこんにちは。漫画家の新本慎です。アシスタントの S 君です。はい。では今日はですね、はい。手の描き方について説明していきたいと思います。お願いします。手っていうとね、難しくてね、骨格の話とかがね、よく出てきたりするんですけども、はい。今日は初心者の人でもね、理解できるように難しい話はしません。なるほど。最低限押さえておきたい3つのポイントをお話しします。お願いします。はい。では早速説明していきましょう。はーい。はい。ではね、この画面で説明していきたいと思います。はーい。まずは S 君にね、手を描いてもらいました。はい。事前に書きました。これです。はい。ということで、これが S 君の描いた手なんですけども、まあ、手はちゃんとね、5本あるんだけど、はい。ちょっとこれだとね、どっちが親指か小指かがね、まず分かりづらいよね。ほぼなんか一緒になっちゃったからね。そうだよね。じゃあまずはこれをとっても分かりやすく説明していきたいと思います。お願いします。はい。ではね、まずポイント1。手のひらは五角形で考えようということです。例えばこれだったとしたら、ちょっといびつな形なんだけどね、手って五角形なのね。だからまず、こういうとこでちょっとね、五角形をイメージしてみる。はいはい。で、その2、親指だけは別に考える。手っていうのは、親指とこっちの他の4本の指に分かれてるの。なるほどね。だから、これも、ここが親指だったとしたら、こっちに他の4本の指がある。はいはいはい、はい。五角形を描いて、そこに親指がこの一つの角から生えて、それとは全くこの三角形がまたここにこうやってあるようなイメージで考えてもらえばいいと思うんだけど、こっちの方から指が4本分生えてる。はいはいはい、はい。まずね、親指と他の4本の指っていうのが全くね、別の動きをして、手では全く2つ分かれてるってことを覚えておいてください。はい。で、ポイント3ね。はい。親指は2つ。で、他の指は、これ3つ。ここね。点々点、点々点で。1、2箇所。3箇所。なるほど。3つね、曲がる場所がある。これが手を描くときの3つのポイントです。はいはい。1、手のひらは五角形。親指だけ別に考える。で、親指には2つ。他の指には1、2、3曲がる箇所がある。これだけ押さえてもらえれば、それらしい手はね、誰でも描けるようになると思います。はい。じゃあ今の話を踏まえてもう一回だけ S 君のさっき手の上に書いたので、わかりやすいようにね、白紙に書いていきたいと思います。お願いします。はい。まず、手は五角形のイメージ。はいはい。それで、先に親指ね、曲がる箇所1、2。で、他の指ね、曲がる箇所。まずこれが1個目。で、2個目。小指だけちょっと短いから低く取った方がいいかな。で、もう1個曲がる箇所3個目。で、親指と他の指は別のものとして考える。これを実際に下にあるってイメージして手を描いていきます。はい、こんな感じになります。で、こっちは手の甲を描いてるイメージだったので、爪です。こういう感じでね。こういう感じ。じゃあ今度逆のね、手のひらのバージョンも描いてみます。はい。手のね、ひらを描くときは、こう親指のね、付け根あたりをちょっともっこりこうさせてあげると、よりリアルっぽくなります。確かに本物の手はもっこりしてるもんね。で、あとポイントなのは、一番最初にこの曲がる丸のところね、これは手の指の外側に出さないこと、手の付け根の内側にあるって考えてあげてください、曲がる箇所。これ結構割とみんな間違いがちなので気をつけてください。はい、これが手のひらです。まあこういうイメージでね、描くとだいぶ指っぽくなるんじゃないかなと思います。確かになるね。で、絵を描くときは逆に言えばここで手っていうのは全部曲がっていくから、他の部分はね、割と直線的に描いてあげることを忘れないでください。じゃあ今度ね、これだけ押さえてもらえれば、割と手はもうリアルに描けると思うから、今言った3つのポイントだけ忘れずに、どうぞ描いてみてください。で、この後はちょっと応用で、男女の手の形と
魅力的な手の描き方を説明していきたいと思います。はい。じゃあ次に、女の人の手と男の人の手の違いをね、簡単に説明したいと思います。はい。まずね、なんとなく輪郭書いてあります。この時点ですでに実は女の人の方の手を気持ち柔らかく、男の人の手を気持ちね、固めにね、書いています。でもここではまだ大きなね、違いを出してません。絵を描くのに慣れてない人はね、まだそこまですごく意識するのが難しいと思うから、まずは基本的な手の形、男女のイメージとかをしないで描くと思ったので、こういう感じにしました。で、今からポイントを説明していきます。まずね、爪の形。男の人と女の人で爪の形にね、違いを出してみてください。女の人の爪っていうのは、割と細くね、長く丸っぽい爪をイメージしてあげてほしいです。で、男の人の爪っていうのは、四角く角張った爪をイメージしてあげてほしいです。こういう風にすると、全然ね、印象が違います。そういうイメージで描いていきます。はい、という感じで、まず爪ね、男女で違いを出しました。全然違うね、確かに。そうでしょ？で、あとは、やっぱ一番わかりやすいのは、男の人の手にはゴツゴツ感を出してあげる。はいはい。一番よくやるのは、この一箇所目のね、指の関節がここにあると思うんだけど、それに合わせて、ここにボコって書いてあげる。関節のちょっと節々を。なるほど。こういう風にすると、もう全然多分男女でね、イメージ違ってくると思う。女の子に逆にそれを書いちゃうと、今度すごく女の人の手でもだいぶゴツゴツした手に見えちゃうから、割と女の人には乾かないで男の人に書くことをお勧めします。はいはい。で、さらに、もうちょっとこういう関節があるところ、さっき言ったその丸があるところをね、ちょっと強調してボコボコ書いてあげると、よりね、武骨な感じになって、男の人の手としては、魅力的になってくると思うので、そういうところをね、意識してみてください。男の人と女の人で爪の形を変えてみるっていうのと、男の人の手にゴツゴツ感を出してみるっていうのをやってみてください。はい。で、もう一つ、手を魅力的に見せるコツっていうのを教えたいんですけども、これはね、私が実際漫画でよく使っているテクニックなんだけど、小指をね、遊ばせるっていうところです。なるほどね。実際の手とは、そういう形にはならないんだけど、多少嘘をついてでも、小指を遊ばせて、ちょっとね、手に動きを出して魅力的に見せてます。はいはい。例えばなんだけど、これは実際よくある形の手。はい。これをちょっと魅力的に見せたとき、これ。ポイントとしてはここですね。小指がちょっと遊んでます。はい。これもそう。これが実際多分普通になった手のひらをパーにした時の手。薬指と小指って多分連動してるから、多分一緒になるんだけど、これもちょっとこういう風にして、ちょっと小指だけね、離して遊ばせてみてます。で、これも実際の手はこれ何かを握ってる時とか、そういうギュッとした時の手。でもこれも実際ちょっとここね、小指、ちょっとここ遊ばせてます。という感じで、必ずしもね、絶対にその通りに書かなくても、って大丈夫です。そういう風に自分なりの魅力的な出し方も考えてみてください。よかったらね、この小指を遊ばせるっていう方法も参考にしてみてください。はい。手の書き方講座は以上です。はい。ありがとうございました。よかったらみんなも参考にしてみてください。このチャンネルでは普段、他にも漫画やイラストの書き方講座や、S 君との、書いてみた系の動画とか、イラストメイキングなども上げてますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。こういうことがわからないよっていうことがあればね、ぜひコメント欄で教えてください。参考になった方は高評価ボタンもよろしくお願いします。ってことで他の動画でお会いしましょう。漫画家の新本慎と S 君でした。気をつけ礼。ありがとうございました。ありがとうございました。